マイクが入ってない。こんばんは。またちょっと遅れてしまいました。ぐだぐだ OBS をやっていたら、またいつものようによくわからない状態でまた配信してます。まずね、この間の先日のスマホライブ配信初めてやってみたんですけど、あれ意外とよくわからない状態で意外とこれ大丈夫かな。マイクの確認しようと思ったら違うページの YouTube に飛んじゃった。どうしよう。マイクの確認、もし大丈夫かな。マイクの確認しようと思ったら大丈夫だね。違うちょっと携帯でチェックしてみました。先日のライブ配信見てみたら、ちょっと画像がやばいよね。全部なんかこう、なんていうんだっけ、あれモザイク状態になってて、ちょっとこれでライブでいいのかっていう状態だったけど、サイパンのインターネットの状況が良くないから仕方ないのは仕方ないんだと思うんだけど、それにしてもスマホでやるのは良くないのかなと思うけど、設定はただ押したら始まっちゃうっていうだけで、ただポッて押すだけで、あ、こんばんはのばるさん、いつもありがとう。なんかこの間のライブ配信は見てくれたのかな。ありがとうございます。モザイクだらけでちょっとひどかったんですけど、自分でもあんなになっちゃうなんて思わなくて、普段からそんなに映像がいいっていうわけじゃないんだけど、画像がいいっていうわけじゃないけど、いや、そこまでちょっとひどいとね、びっくりしちゃうね。なんかね、インターネット一応 4G と 5G があって、 5G に一応つないでいるはずなんだけど、携帯の設定はそれでもあの映像になっちゃうんで、後から見てびっくりしたんだけど、もっと綺麗に配信されればね、海も止まってればいいのかな。こんなことないかな。動いて、でもそんな早く歩いてるわけじゃないから。ライブ配信の難しさってちょっとびっくりしました。スマホのライブ配信の難しさ。そんなに人はいないんだけど、あの日はちょっと日曜日休みの日だったから、ローカルの人が多くて、こう映っちゃうじゃない。映らないようにやっぱ砂浜映すしかないのかなっていう感じがあって、いや、ちょっとね、あと音楽ね、一番良くないのが音楽でしょ。なんかね、調べてみるとバンドの音楽はそんなにダメじゃないみたいなことを書いてあって、だけどCD とかで流してるのはやっぱダメなんじゃないかなと思うんだよね。 CD はやっぱりね、普通の音楽流してるのと同じだから、バーベキューやってるとこでみんな CD の
音楽流したりしてるから、遠くにあればいいみたいなことを言ってたけど、遠くで話がメインでそんなに入っていなければいいって書いてあったけど、結局でも録音されちゃってから後でねカットとかになると全部そこの会話がカットになっちゃうから、大体がその部分をカットするっていうやり方も分かんないから、全部がダメになっちゃう可能性もあるから、ちょっと怖いなと思って音楽からは逃げてたんだけど、これはねこの間のガラパンの映像ですね。新しいガラパンの映像はないんだけど、今日のマリアナスバラエティ、新聞でちょっと出てたのがカジノですね。カジノが新しい会社に入札っていうかオークションで問われたみたいで、ちょっと待ってね。なんかね、マリアナスバラエティどこ行った？あった。なんかね、チームキングインベストメントっていう会社が成功入札者で1295万ドルで、19億円、日本円で言ったら19億円でカジノライセンスを今までの中国の会社から買ったんですって。でだからもともとの会社は結局は破産申請してるけど、破産申請してるからもうそれがちゃんと認められればこの会社が運営していく、ちょっとビッグニュースですよね。カジノが復活なのかなっていう題になったんだけど、でもちょっとって思ったのが、その入札した会社がなんだっけ、なんか書いてあったよな。入札した会社が、そのチームキングインベストメントっていう会社がね、あれどこ行った？どっかに書いてあったんだけどな。ちょっと待って。ちょっと待って、探せない。あった。イギリス領のバージン諸島 BVI に登録されてる会社が入札して、なおかつ入札に関わった人が日本人なんですよ。日本人だと思われる名前、広金子さんっていう人で、その人は役員なんでも共生グループの日本の共生グループっていうところの役員なんですって。でその LLC の管理者で、その会社が入札したんですけど、でちょっとって思うのは、やっぱバージン諸島ってね、おなじみのタックスヘブンですよね。ここの会社、ここに登録してるタックスヘブンの
会社っていうことはもうタックスフリーなわけですよ。ほぼほぼゼロに近いわけと、それがまた驚きで、本当なのかなって、本当にその会社はカジノをやってくれるのかな、なんか幽霊だったら怖いなっていうのもあるし、まあ、超お金持ちの会社だからそこにその島に登録してるんだと思うし、どうなんだろうね。税金を抑えたり、企業のほら実態を結局は見にくくするためにそういうとこに登録してる、そういう島に登録、タックスヘブンの会社に会社じゃない、島にね、もう本当に有名だから。でストーキングホース、2番目の、まあ、簡単に言ったら2番目の入札者、もともとはその人がだから買うはずだったっていうようなところがあって、そこからのスタートの金額になるんだけど、ここより10億ドルぐらい高い金額、10億ぐらい高い金額で競り落としてるんだよね。もともとロイラムシットって書いてあるの会社が入札予定だったけど、そこが1250万ドルで落とす予定だったのが、負けちゃったわけだよね。またでもそのタックスヘブンに登録してある会社が事なきを得て順調にいけばいいけど、いかなかった場合はそこの2番目の会社に行くっていう感じで運営されていくんだと思うんだけど、本当にこれ運営されていけばまたサイパンのエコノミーもガガッと上がるだろうし、お客さんも呼ぶね、あれにもなるから。で香港からダイレクトフライトがね、この間飛んでるって観光客の人が言ってたから、香港からは飛んでるみたいだから、ここからまたいっぱい来てくれればねいいんだけど、団体旅行を制したのは今の知事らしいからね。でも本人はろくじゃないよっていうことは言ってるみたいだけど、今の知事パラシオス知事さんが、パラシオス知事さんは悪いことをしないことをもちろん祈るしかないよね。変な裏金なのって知事がやることじゃないのね。あれカジノを運営していくサイトの方が、サイトっていうかその組織の方がお金ちょうだいとかやるんだろうと思うから、そういうことやるとまたなくなっちゃうから、それがちょっと怖いけど、今の知事はいい人だと願いたい。私的にはね。カジノの前の道なんかもう何にもやってないから真っ暗だし、あんなとこ本当、前からあそこはね、事故っていうかひったくりがめちゃくちゃ多い道だったから、本当気をつけてもらいたいんだけど、これから来る人たちにも超気をつけてもらいたい道で、昼間は歩いてもいいけど夜は歩けない。歩かないでほしい。あそこ
はね、そう野原さん、そうなんですよ。歩けないんですよ、あそこは。ちょっと歩かないでほしいって言った方が早いかな。歩いちゃうと結構危険なことも多いから、必ずカントリーハウスの道とか、なんだっけ、クラウンプラザから出てくるような人はもうカントリーハウスの道か、カントリーハウスの道もカントリーハウスまで行くまで暗いかな。GIG の道じゃなくて、金八の道、金八のとこの道、金八と坊主の道をこう まっすぐ歩いてデューティーフリーの方に大きい道を通っていくっていうのが一番安全だと思うんで、交番にはこの間のライブ、スマホライブの時はおまわりさんまたいませんでしたけどね。誰もいなかった。誰もいなかったですけどね。それで韓国はサイパン政府もなんか韓国にスポーツ大使を立てたってこの間新聞に書いてあったな。観光の宣伝をしてるらしいけど、スポーツ大使を立てたって言って誰か、芸能人かなんかなんだと思うんだけど、スポーツ大使になっていたんだけど、そんでだけどもう10年ぐらい前になるけど、トライアスロンロタとかテニアンでトライアスロンがあった時に、日本で今有名だと思うけど、ちょうどね、ひろみさんって芸能人がいるでしょ。ひろみさんがテニアンのあの時はね、テニアンのトライアスロンだったんだけど、テニアンでトライアスロンをした時に、その知事からスポーツ観光大使っていうのをもらったんだよね。何にも役に立ってないって言ってブツブツ言ってたけど、本人は、実際ね、ホテル料金が出るわけでもなく、飛行機代が出るわけでもなく、本当その時にいきなり何にも言ってないのにスポーツ観光大使にされたんだよね。で表彰一応されて、一体何だったんだろうって言って、別に撮影クルーを連れてったわけじゃないんで、プライベートで、あの時プライベートだな、プライベートでただ単にやってただけ、トライアスロンをやってただけで、なおかつその頃ちょうど芸能界お休みみたいな状態だった時だったんで、でもスポーツ大使っていう名目はひろみさんにはついてるんですけどね。どうなんだろう、何かの役にね、スポーツ大使っていう名目が何かの役に立つのかな、どうなのかな。ひろみさんはハワイばっかり宣伝してるしね、ハワイが大好きって、あの頃はね、もうしょっちゅうサイパンに来てましたね。ほんとしょっちゅう、1ヶ月に1回か、ほんとしょっちゅう来てましたね。ちょっと待ってください。ちょっとすいません。水を持ってくるのを忘れてしまいました。水を取りに行ってきます。
あ、すいません、お待たせしました。と、ひろみさんがね来てたんですよ。そうそう、いおちゃんの旦那のひろみさんね。この人が来てて、トライアスロンロタもやったし、ロタもサイパンも全部やったかな。すごい体力ですよね。普通にね、そのビデオがあるはずなんだけど、撮ったビデオがあるはずなんだけど、どこにあるかさっぱりわかんなくて、どっか片付けたら、見つかったらね、若かりし頃のひろみさんの映像を出していいのかな。私が撮ったからいいんだよね。ダメなのかな。まあ見つかったらの話だけど、見つかっても昔のビデオのテープって今は変わったのかな。テープなんかないのか今は。そういえばSD カードとかなんかそういうチップになっちゃってるのか。テープだからテープなのでどうしたらいいんだろうね。テープを CD かなんか DVD かなんかに焼いて、いやーわかんないやり方が、調べないと。でね、今日はね、なんかみんな街に出てみたら、ビデオ撮ってきたんですよ。ビデオ撮らせてくれた女性がいて、でその説明をしてくれた人がいたので、その映像があるんで、どうぞ。 Can you explain? Okay, so in Catholics, we get ash put on our forehead, on here, for Lent season. Lent is part of our faith where we sacrifice because Can you explain? okay, so in Catholics, we get ash put on our forehead, on here, for Lent season. Lent is part of our faith where we sacrifice because our prophet Jesus sacrificed his life, and so we put this to repent, to say sorry for our sins. So symbolism. So what kind of mark that one? This one Yeah. is it's just ashes from like wood. Mm-hmm. ありがとう。 Oh. このちょっともう一回。 Can you explain? Okay, so in Catholics, we get ash put on おでこ our について forehead, るでしょ、なん on か here, おで for こにみんな Lent こ season. んななんかをつけ Lent て is 歩い part てた of から、 our faith where we 何なんだろう sacrifice と思って、 because 何人かに一人はおでこ our に our こういう prophet Jesus よく見たら sacrificed 灰 his らしいん life, だけど、木 and の so we 灰 put this to らしいんだ repent, けど、 to それ say をつけ sorry て for our 歩い sins. てる人が今 So 日何人もいたの。十 So 字架に what 十 kind 字架 of の絵だっ mark た that り、 one? This one Yeah. it's just ashes from like wood. で何なんですかって聞いたありがら、とう。 Oh. こう答えてくれたんだけど、ちょっと画面がまた真っ暗だ。これちゃんともっとなんかいい方法ないのかな。やり方がまだわからないです。
アッシュウェンズデーって言って、今日1年の中で今日だけなんだけど、灰の水曜日、灰って木炭の灰ね、灰の水曜日って言って、なんかレントっていう日なの。レントの始まりの日、レントっていうなんかお祭りじゃないんだろう、なんだろうな、自分の罪を悔い改め、神に対する謙虚さと、なんか改めるの気持ちを表すんだって。昔ね、こういう中国人の人がサイパンで3人ぐらい殺してごめんなさいって言って教会の前に罪を許してください、改めますなんてメモを残して、首を切られたね中国人がね、教会の前に3人ぐらい捨てられてたことがあったんだよね。もう随分もうずっと昔のことだけどね。あれ犯人捕まったのかな、捕まってないと思うけどな、わかんないけど、まあそんなような、まあ、罪を犯した謝罪の気持ちの象徴の意味で、ここにおでこに灰をつけて歩くらしいんですよ。歩くらしいっていうか、教会にそれをつけて教会に行くらしいんですよね。で今日はそういう人がたくさんいて、なんだろうと思って見てたんですけど、一人優しい女性が答えてくれたんで画像に撮ってきました。ちょっと妙だからね、おでこにみんなつけてるっていうのも何なんだろうなって不思議に思って、今日からなんだっけ、何の日までだっけ、サンクスギビングデーかまで、この行事があるみたいなんだけど、今日は特別な日らしいんですよ。まあ仕事行ってる人には関係なかったみたいですけど、病院行ったんですけど、もう病院でみんなおでこにこう十字架墨みたいので書いてたから、レントっていう期間なんだらしいんですよね。キリスト教のあれですよね、カトリックの宗教のあれだからね、そういう人たちがみんなやるみたいで、この時期に額に灰をつけて歩いてっていうか、教会に行って懺悔っていうか、今までの行いを改めますみたいな状態らしいんですよね。なるほどってなって、それでみんなおでこに十字架書いてるんだと思って、初めなんだっけ、いるよね、そういう国の人っていうか、そういう国の人のたちなのかなと思ったのに、全く違いましたね。いや今日ね、それで、とにかくカジノの話が一番新聞では
注目したかな。またこれで観光業が潤っていく可能性が出てきたし、何より雇用がみんな進む。切断されました。再接続に成功。何これ、 OBS スタジオが切断されましたっていきなり出て、また再接続に成功って出てたけど、繋がってんのかな。ちょっとまたスマホで確認。繋がってます？繋がってる。今日時間早く始めたんだけど、いつももっと人いてくれてるのにいないや。今日寂しいな。でも何人かいてくれてありがとうございます。それだけでもね、もしよかったらチャンネル登録と、なんだっけ、いいねボタン押してもらえるとありがたいです。なんだっけ、あとね、新聞に載っててね、あと注目のことがね、これもね、観光業にもちろん付随してくる問題なんだけど、観光業はもちろん盛り上がってほしいから、でもね、実際のところ政府のやり方がね、いまいちだからなかなか盛り上がりを見せられないんだけど、90センチぐらい掘って、ここに、サイパンやグアム、ハワイとかみんな同じなんだけど、やっぱり骨とか遺品とかなんか出てきちゃったりするじゃない。する場所もあるわけね。そういうもののチェックで、そんなの出ちゃったらもう工事は止まっちゃうし、建てられないし、建物建てられなくて、もうこのベストサンシャイン、この元々のカジノのあった場所なんてもちろん骨だらけだったし、こういうね、サイパン、グアム、ハワイはみんなそうなんだけど、こういうとこみんな骨出ておかしくないから。で、犬の骨だってあるわけだろうから、その考古学者を入れて何年も検査っていうか、考古学者にお金を払いながらずっとそれをやらなきゃいけないのね。こんなことをやってると、本当土地買ったはいいけど、建物を建てるまでに検査で大概会社が回っていかなくなっちゃうから、建てようと思って、今回のカジノでもそうだよね。同じ、土地じゃないけどライセンスの問題が遅れたりなんだりしたから、結局は会社が母体がこれじゃおぼつかなくなっちゃうからって、コロナ禍もあったけどおぼつかなくなっちゃうから、結局はやめちゃいますって、破産申請ですっていうことになったわけだけど、そうじゃなくても土地を買ったはいいけど、家を建てますっていう時にそのゾーニングっていう検査が入るんだけど、なんかちょろっと出ちゃったりすると結構えらい目に遭うから。で、昔はそれのまた袖の下、アンダーマネーとかが飛び交ってたんだよね。そういうのに屈して儲ける人たちが政府の中にいっぱいいて、でもっとちょうだいっていう具合な状態になるから、それでまずCan you explain? 間違えた。仕事が回っていかなくなるから、もうやめるかってことになっちゃうよね。
だからサイパンって本当何も進まないんだよね、結構ビジネスが。もうゾーニング取ってオキュパンシー取ってで飲食店とかだとサニテーション取ってって言って、サニテーション保健所ね、その前に、ゾーニングでしょ、なんだっけ、オキュパンシーは消防みたいなやつね、消防法みたいなやつと、でサニテーションは保健所ねの検査が入って、この検査にも本当に意地悪な人は意地悪だし、ちゃんとしてる人ももちろんいるんだけど、昔は意地悪な人の方が多かったよね。もうすぐアンダーマネーなんか見つけたがるんだよね、悪いところを。でも悪くないのに悪いって言ったりね、非常口が曲がってるよとか、非常口っていう看板が曲がってるみたいなこととか言い出したり、この子とこの間は80センチ以上、俺が通れないって、お前が80センチ以上なんだろうがって思ったけど、そういうこと言うともっと80センチの幅を取って通路を作んなきゃいけないんだけど、その人は検査に来た人が80センチ以上だったから俺が通れないからって言ってもう難癖つけるんだよね。もうひどい時なんてあれなんでだったんだっけな、ほんと意味が分からなくて営業停止食らったことあるんだよね。ハイアットの前でやってる時に何も悪いことないのに営業停止15日間とかって言われて、でお金よこせって言われたよね、あの時。お金ないから、ないものは払えないからないって言って、払えないからじゃあ15日休みますって言って休んだけどね。もうその時はもう精神的にもうポリスからの殺人未遂、脅し、それでビビってた日々だったから、今以上にひどかった時だったから、もう休んだ方がいいなと思って休んだけど、まあいろんなねことやるんですよ。とにかくそういうので問題が結局問題を作られちゃうから、投資する人はつまんなくなっちゃうっていうか、投資する人はねお金を儲けようと思ってサイパンに店出そうとしてやってるわけだから、それなのにそんないじめにあったら結局はもうやめっかってなるか、でもここまでお金つぎ込んじゃったからやらなきゃしょうがないって言って、その検査員、政府の検査員に結局お金払わなきゃなんないのかなって払う人もいるし、そういう人ばっかりじゃないけど、そういう人が本当に多かったから、やっぱりサイパンの街が育たないっていうのはそういうところにあったから、で今回ゾーニングの検査を5年間やめるっていうのはめちゃくちゃ大きいことだよね。これカジノのホテルのところを作るっていうところの、そこはゾーニング法は終わってるか。新しいビジネスを建てたり、新しい土地を買って何かしたりっていうスペースはまだサイパンにいっぱいあるから、軍事化にならないんだったらね、みんな軍事化になるからどっち？今ふと思ったけどどっちだろう、分かんない。サイパンはでもカジノは新しい人に買われたから、結局この人が本当に運営してくれるんなら、1250億も出して1260億か
60億も出して、日本円で90億も出して買ったのに何もやりませんよっていう、そこまでする金持ちもいるかなって感じだから、もう多分カジノのビジネスは始めてってくれるんじゃないかなって思われるけど、そこはね祈りたいよね。でもゾーニング法が結局5年間停止になるってことは、そういう新しいビジネスがいろいろ出てくる可能性がサイパンにいっぱい出てきたっていうことだから、ちょっと明るい話題。でも決まったのかな、決まったって書いてあったかな、どっちだったかな、決まったのかな、決まったんだと思うんだよね。新聞に載ってたぐらいだから、ゾーニング法が5年間停止になりますよって。でもいつからっていうのが書いてなかったんだよな。いつからっていうのが書いてなかったけど、でもあれで本当に家やなんかも建てやすくなるし、でも商業地域と商業地域じゃないところっていうのはもうそれは分けられちゃってるから、ある程度決められちゃってると思うけど、でも物が建てやすくなったりなんだりっていうのはサイパンにとっていいニュースだと思うのね。こういうところだって空いてるから、ゾーニングをあれレンタルの時はゾーニングいらなかったっけな、あれレンタルの時はゾーニングいるよな。あ、いるレンタルの時もゾーニングいるよな。ゾーニングの申請はいるから、そうだ、レンタルの時もいる。その場所が商業地域か商業地域じゃないかっていうことを調べてなんか登録しなきゃいけないから、その時もゾーニングがいるから、とにかく建てやすくなるってことだろうね。何か物を建てやすくなる。だからホテルとか新しいビルとかがおかしいな、新しいビルとかが結局建てやすくなる法律が建てやすくなるってことだから、アパートメントとかそういうものが建てやすくなるわけだよね。この法律が始まったら、いつ始まるのか知らないけど、5年間どっちだろう。カジノは90億払ってやらないわけないと思うから、カジノも進む、軍事化も進む。アパートメントが増えるってことは、こんな今たくさん余ってるとこあるから、いくら商業施設がちょろちょろ来たとしても、カジノの従業員のために、ホテル住むとことかを増やすってことかな、今以上に。そんなの考えられるかな。考えられるか。この間、数年前にカジノやってた時だって、あのカジノだけでものすごい雇用が増えたわけだから、その人たちどうなんだろう。でもデューティーフリーもないしな、なくなっちゃうしな、4月で。どう思います？みんな軍事化に進むのか、サイパンが軍事化に進めるために、ゾーニング法を5年間なくしてアパートメントとかを建てやすくする、それともカジノの従業員、カジノのでっかいホテルが運営していくことによって従業員数がかなり増えることを見込んで、そんなに増えないよね。だってね、観光客がいなきゃダメなんだもんね、大体ね。
観光客が先なんだよね。でも先じゃないんだよ。観光客が先なのかカジノが先なのか。まあカジノが先か。カジノが先でもまあ小さい規模で始まるしかないと思うんで、ごめんなさい、今見に来た人とかね、映像と全く違うこと話してるんですけど、これ映像は今のガラパン、先週撮ったガラパンですね。一番近々の映像はスマホライブって書いてあるやつが一番最近のガラパンの映像ですね。スマホで初めてライブをやったんですけど、ちょっとモザイクだらけの映像になっちゃって、何映してんのか後で見たらよくわかんないけどまああれはあれでいいかなと、仕方ないかなと。でどう思うかな、みんなサイパンが軍事化に行くのか、まあカジノを筆頭として観光化していくのか。この間なんかIT の研究所みたいな感じでそういう生徒さんを集めて、そういう投資家を集めてっていうことも載ってたけど、それはねサイパンでちょっと無理じゃないかと思うのね。まずインフラを直さなきゃいけないから、インフラ直すのにカジノは自分のところのインフラは直していくと思うけど、自分の周り、もしカジノが本当にできるっていうかやっていくとしても、まさかね、いくらお金持ちだって言ったって90億は捨てないよね。90億を支払ってオークションに落札したんだから、きっとカジノはやってくれると思うんだけど、それを政府も今回は邪魔をしたり、アンダーマネーをあれしたりっていうことをしないと思うんだけど、そう願いたいよね。そういう悪い人ばっかりじゃないと思うから、もう悪い人は排除されたと思いたいから、ちゃんと今回はライセンスがライセンスなんかそのカジノ協会っていうのがあって、その人たちがチクチクやるらしいんですよ。そうすると結局お金をピッピピッピ払わなきゃいけなくて、そうするとだんだんカジノの方だって嫌になっちゃうし、カジノも前回のカジノの時は本当にまず台風もあって、もう台風、日本で考える台風と違うから、サイパンのその時の台風はもう壊滅だったんで、うちなんかで言ったら半年電気と水がなくて、もうどうしたらいいのっていう感じだったよね。お友達のとこにお風呂に入りに行ったりもうあれはねちょっとしんどかった。あれをカジノもまともに食らってるわけだけど、ジェネレーターがあったからカジノはなんとか動いてはいたけど、この台風でやっぱりこの数万っていう2、3万とかしかいない島の人たちがお金も使えないし、そこにカジノなんか遊んでる暇はないし、その中でもギャンブル依存症の人たちは言っていたけど、なかなかじゃないけどいけないよね。で観光客を受け入れるだけの空港も空港も1ヶ月ぐらい1ヶ月近く停止したんだよね。もうとにかくはちゃめちゃだったから。でカジノは寄付も出してるから、1人に対して400ドルちょっと人口に対して寄付も出したりなんだりして、
その割にライセンスはくれないわ、なんかうだうだされたわじゃもうね、カジノ側だって嫌になっちゃうと思うんだよね。結局政府がこうよいしょしてくれなきゃね、ビジネスなんか成り立っていかないから。今までのサイパンっていうのは、昔なんか特にもうほっといても投資家が来て、その当時は日本人の投資家が多かったみたいだけど、日本人の投資家がね、こう土地を買ってはこうバンバン日本に売ったりとかなんとかって、コンドミニアムだなんだってやって稼いで、みんながみんなでウィンウィンだったんだろうけど、その当時のちょっと美味しい思いした人たちがずっとこう根を張って結局悪いことをやったりねする人も増えたわけだよね。でカジノもそんなのにちょっと食われたりして、香港の会社だったんだけど、お手上げだよね。お手上げになって辞めて、今回新しい会社、この新しい会社がまたちょっとね、日本人が絡んでるっていうから90億も出す日本人の会社で、なんだっけ、ヘブンタックスフリーの島の登録ちょっと怪しいと言えば怪しいけど、怪しくないと言えば怪しくない、なんか超お金持ちなんだろうなって感じだよね。あんなとこに会社を作ってる会社っていうのはもちろんお金持ちだから、有名な人でなんだっけ、ベッカムさんとかもそこにバージン諸島に会社作って登録してるとかっていう、もう本当に桁違いのお金持ちたちがあそこに会社を登録してタックスを逃れてるっていうところだから、そこの会社が入ってきたわけだから、ちょっとね希望があるのかなと。日本人がそして絡んでる責任者管理者がその人、すごいなんか興味あるよね。本当にやってくれるのかな。大金持ちのなんかただの火遊びなのかどっちか分かんないけど、はっきりは分かんないけど、やってくれれば本当にありがたい。泥棒とかもね、ひったくりが減ってくれる要素になるわけだから、今は強盗を本当仕事にしてる人が多いわけだから、サイパン強盗や泥棒、スリじゃないね、ひったくりだね。そういうのをなりわいとしちゃってる人たちが横行してるわけだから、だから毎日のように事件になってるし、もうひどすぎるからね。早く治安のいい島になってほしいけど、詐欺も嫌だけど、強盗や泥棒も本当に嫌だから、両方合ってるけどね、サイパンで。結構2、3万人、多い時でも6万人ぐらいしかいなかったんじゃないかな、ここは人が。今は本当に減ってる状態なんで、減っていて、結局政府の人たちでも時間を削られて、週に40時間っていう時間がどんどん、40時間働いてくださいっていう時間がどんどん削られて、32時間になって28時間になってっていう状態になってたから、
政府の人でさえ結構シビアな状態になっていたんだけど、ね、普通の企業に働いてる人でもそういうことは起こり得てるわけで、でももうご覧の通り画像を見てもらえればわかると思う。映像を見てもらえればわかると思うんだけど、もうメインと言われてるガラパンがガラガラだからね、何にもお店入ってない状態。これじゃあね、でデューティーフリーも4月に終わる。でもこの、今日のどうなんだろう、どう思う？今日のこのカジノのオークションの件、どう思いますかね、見てくれてる方々。カジノが入札されたわけだから、落札されたから、なおかつすごい新しい会社が来るわけだから、結構望みがあるんじゃないのってないかな。本当にわからないけど、これがね中国母体の会社だったら、なんかまた前のベストサンシャインじゃないけど IPI 前のカジノみたいになるんだなっていうふうに普通に思うんだけど、なんかこのバージン諸島に会社があって登録されててっていう会社、サイパンにももちろん会社がもう出来上がってるらしいんだけど、この会社本当にやるのかなって、大金持ちの道楽じゃないのって本当になんかちょっと半分思っちゃうんだけど、大丈夫かなって、なんか買っといて誰かに売るみたいな、そういうことやるのにちょっと買っといて、サイパンでそのライセンス、カジノライセンスっていうのはこの島にはそれしかないわけだから、その一つしかないわけだから、一つしか発行してないわけだから、結構ねカジノ会社から本当にやれるんなら、この島で本当にやれるんならとっても魅力的なカジノライセンスだと思うんだよね。中国、韓国、日本と観光客を本当に本気でやれば集め、政府も本気に自分のポケットの中身だけを、自分のお財布だけを考えないような政府がちゃんと立ち上がれれば、島のことを考えてやる政府が立ち上がれば、中国、韓国、日本から観光客を集められるっていう、すごい魅力的な島なはずなんだけどね。縫製工場がなくなって、柴田真也さんこんばんは。縫製工場がなくなってサイパンは傾き始めましたね。縫製工場がなくなったのはね、もうどんだけ前よ、15、16年前。縫製工場のね役割がなくなっちゃったんだよね。結局サイパンの賃金が高くなっちゃったから。昔は縫製工場があった頃は高くて3ドル25セント時給が、今7ドル50とかだから、7ドル50だとアメリカ製っていうことを謳えるので言ったら安いと思うんだよね。例えば今トランプ大統領が大統領令で関税をまた映像消えちゃった、関税をガンガンかけ始めたでしょ。あっちだこっちだで、日本にもやるよ、どうすんのっていう状態で、アメリカに工場を作んなさいよって言ってるのがあって、だからアメリカとかにサイパンがアメリカっていう、一応アメリカだから
サイパンが日本の会社に、日本の自動車工場とかに、トヨタやそういうところに、サイパンにそういう工場を作りませんかって誘致をすれば、一応アメリカ製になるし、トランプ大統領もアメリカに工場ができて嬉しいってなるし、トヨタだとして、トヨタも時給がアメリカの中では一番安いに等しいから。あとプエルトリコ、まさか輸送料で考えたらサイパンがまだダメか。アメリカに出すのもお金かかって、日本に出すのもお金かかってか。だったら陸地の方が安いか。陸地で最低賃金が7ドルぐらい、7ドル50ぐらいのとこあるのかな。陸地で10ドルぐらいのとこ探した方が安いのかな。ね、輸送コストを考えたらサイパンやっぱりお得じゃないよね。海から出さなきゃいけないから、物を作っても結局海から出さなきゃいけないから、輸送コストを考えると時給10ドルのとこに工場を建ててバンバン売った方がまだ格安なのかな。そうだね。縫製工場がねやっぱなくなって、でもなくなったけどその人たちはまだいるよね。働いてる人が、どっかに散って働いてる人たちが結構いるね。ミラージュ、このミラージュだってやってたのがちょっとびっくりしちゃったんだけど、この間昨日のライブ映像、昨日じゃない、日曜日のライブ映像かな、月曜日のライブ映像で、スマホのライブ映像で撮ってあるんですけど、ミラージュがまた帰ってきてやっているという、ちょっとびっくりしましたね。スタッフは2人だけって言ってたんであれだけど、で今ね多分映像にはみんな映りたくないんだと思うんだよね。ちょっと怪しげなとこ行ったけど、行ってもやっぱりいろんなとこ、その前の日に行って撮影をしたとこがあったんだけど、今ね FBI とかが回ってるから、なんだっけ、移民の違法移民、不当労働映さないでっていう、映してもいい、それダメだし、ライブじゃダメとか、そういう映しちゃダメ、とにかく映像にしちゃダメっていう人が多かったから、結局不法労働者なんだと思うんだよね。FBI となんか移民局、イミグレーションが回ってる、ものすごい回ってるって書いてあって、で何人かに聞いたらビザ見せろって言われるんだって。で紙なんかね、今カードじゃなくてみんな持ってるの紙らしくて、それを調べる術がないとかなんとかって言ってたけど、本物か本物じゃないかで紙を見せろって言われる、紙っていうかビザを見せろって言われるんだって。それとパスポートとかで家までついていくっていうことを言ってた。そう思い出した、突然思い出した。この縫製工場の深夜さんのお話からちょっと思い出した。なんかね、家までついていくからパスポートとビザを見せろって言われるらしいの。結局なんつうの、ビザは持ってても、なんつったっけな、ビザは持っててもこの会社で
ってるビザじゃない。例えばその人はデューティーフリーで雇われてきてるのに、デューティーフリーじゃないとこで働いてました。そう縫製工場はないけど、縫製工場で空いてる時間に働いてましたって言ったらもう違法労働なんで、サイパンで働いてる人っていうのは、例えば大きい会社で言ったら、例えばの話ね、 JTB だったら JTB で来てるのにHIS でアルバイトしてましたって言ったら、もう普通のビザ、労働ビザじゃダメなのね。グリーンカードとか、サイパンで生まれた人とか、そういうアメリカ国籍の人はもちろん OK だけど、日本人がそういうことをやってたり、中国人がそういうことをやってたりしたら、もうそこで不法労働者になっちゃうから、それを摘発してるらしくて、 FBI がこう回ってるらしくて、家まで家に置いてきたって言ったら、家にまでついていくから見せろって言われたらしいから、そんななのって言って、で普段免許証ぐらいしか多分みんな持って歩ってないと思うんだよね。普通ビザ持って歩くかな、歩くか、ビザカードなの持って歩くかな、歩くかもしれない、歩くかもしれないけど、持って歩ってませんって言って、家に置いてありますって言ったら、家までついていくから見せろって言われたらしくて、家までついていかれて、その子は本当に持ってたからよかったらしいんだけど、あれ持ってなくてアルバイト中だったら本当によろしくないよね。不法労働ってことになっちゃうのね。こんなことを言ってましたね。今日から懺悔の日が始まるから、もうそういう人は懺悔をする日なんだろうね。で神に許しを被るみたいな日が、サンクスギビングデーまで4月29日だったかな、4月の終わりぐらいまでそのサンクスギビングデーが今日から始まるから、どうなんだろうね。なんかね、そういう移民とか政策を結構厳しくやり始めたっていうことは、なんかどうなんだろう、またこの島が一歩グリーンカードに近づくのかなとも思うし、みんなね、全員にこう一応どうなの、今働いてる人全員と働いてる人っていうか、なんか働いてる人だったかな、何だったかな、ちょっと自分の中で頭が混乱してるんだけど、簡単に言うと、働いてる人全員に、今島にいる人全員にグリーンカードを発行しますよみたいなのが、都市伝説なのかな。本当に人がいませんね。私とチャンネルいつもこの夜遅く始めると結構同時視聴者数多いのに、今日ちょっと少ないですね。寂しいですね。でもコメントくれる人もいるからありがたいです。一人で悪いことばっかりを頭に考えてごちょごちょやってるより、ガラパンの話、深夜さん、ガラパンの話ですね。ガラパンいないです。人がいないです。本当にいない。今日もね、ガラパン回ったんですよ。今日病院でガラパンに行ったんで、病院はね、めちゃくちゃローカルがいっぱいいた。なんでこんなにいるんだろうっていうぐらい、その十字架をつけてる人、おでこにさっき映像で流したようなおでこに灰をつけて十字架をつけてる人がいっぱいいたけど、街中はね、ほんと誰もいなかった。
この間まだスマホでライブ配信した時、あの時の方が韓国人もいたし、やっぱ土日だったからかな、土日だよね、あの時土日だったからかな。深夜さんはサイパンに来たことあるってことですよね。少ないけど見てくれてる方はサイパンに来たことあるのかな。サイパン来たいと思います。私はね、サイパン好きなんだけど、もうとにかくこの政府の状態とポリスの状態とかを本当に改善してもらって、安心して投資ができる、安心して観光ができる、そういう島になってほしいんだよね。でもう私がやられたことをもう本当に公にしたくて、今まだもう本当に政府とポリスに未だに言いに行ってますね。ありえないことだから、警察やね、政府がそんな殺人未遂を隠蔽するなんていうことはありえない。相手が茶物だろうと何人だろうと、そんなことはやってはいけないことだから、茶物だから守られるっていうことが昔起きていたっていうのは本当ありえない時代になってるわけだから、今の政府の人たちはそんなのは今の時代ではありえないからっていうことを言ってるから、言っているだけじゃなくて本当にそういうことがあったんだよね、これからはそういうことをなくそうねっていうぐらいのことをね言ってほしいし、結局ね、カジノの件だってそうじゃない。前回のカジノの人たちも散々なお金をこうサイパンに投資して、それなのにライセンス出そうかな、出すのやめようかなぐらいの感じでサイパン政府がそういうふうに動いたから、結局は立ち回れなくなってカジノ側がやめたってことになっちゃったんだから、今回新しい会社の人にはだからゾーニング法が5年間なくなるっていうのはとってもいいことだし、それによってホテルもカジノももっとバンバン作りやすくなるっていうところはあると思うんで、その法律にこうしがみつけられちゃうと意外と作れない、ね、グアムを見てよってミニハワイになるまであんなになったのはやっぱり政府が投資者に投資する人たちに還元しながら、いろいろ手助けしながら、昔何にもなかったのに、藤田ホテルぐらいしかなかったのに、あんな藤田ホテルとか第一ホテルとかぐらいしかなかったのに、もうあんなに本当ミニハワイになるぐらいになっちゃってね。サイパンとはグアムの島の大きさが違うけど、あんだけ活性化できるわけだから、サイパンだってあそこまでじゃなくてもうね、この空いてる商店街を埋めるぐらいの投資家を安全に呼ぶことができないと、みんな嫌気さして出てったんだろうから、よっぽどお金に余裕がある人じゃないとなかなかじゃないでしょ、こんだけガラパンに人がいないってね。こんなに人がいないところにマーケットリサーチする人だってカウントのしようがないもんね。これじゃそのカウントもできないし、もう一瞬で見ただけでダメってなっちゃうよね、大手なら。そういえばウィンチェルズめちゃくちゃ話飛ぶんだけど、ウィンチェルズを知ってる人いるかな。ウィンチェルズじゃなくなってたんだけど、看板が
何だったか忘れちゃったけど、どっかでこの映像に入ってるかな、ウィンチェルズがなくなってたんだよね。びっくりした。ウィンチェルズでなくなってた。中は入ってないからわかんないけど、車で通った時だな、確か。歩いて通った時なら入ってるもんな。車で通った時にないって思ったんだ。ウィンチェルズもなくなっちゃったのかな。ね、こんだけガラパンのメイン通りで何もビジネスがやっぱ進まないっていうのはね、やっぱ政府に問題ありですよ。政府がもっとね、今回は韓国にバーンってスポーツ大使がどれだけの意味が、クラムチャウダー懐かしい。じゃあやっぱ深夜さんはよくサイパンに、私はクラムチャウダーね、ちょっと話が飛びすぎね、深夜さんはサイパン来てる人なんですね。やっぱよくね出た人なのかな、今でも来てるのかな。クラムチャウダーね、クラムチャウダー、私はねタイヤのゴムがすりむけちゃったような香りしかしないと思ってたんだけど、ダメウィンチェルズないから言うけど、クラムチャウダーなんかゴムタイヤの匂いしかしなかったけど、ゴムタイヤがこう擦れちゃったような匂い、そんなことないですか？結構美味しいってみんな、時代が時代だけに、同じ時代だな、同じ時代の頃に多分クラムチャウダーを飲んでた人でしょうね。クラムチャウダー懐かしいですけど、私はねあれなんかゴムの匂いしかしなくて、いまいちいただけなかったんですけど、そんなことないのかな。美味しいのかな。懐かしいって言ってるだけだから、美味しいとは言ってないのね、別にね。とにかく何も入ってこれないね。この辺も全くバーやってんのかな、このバー。もう大理石の壁になって、クラムチャウダーはモビーディックが美味しかった。モビーディックにクラムチャウダーあったんだ。飲んだことないですね、クラムチャウダー。モビーディックのはモビーディックで美味しいなと思ったのは牡蠣のグラタン、あれ美味しかったな。牡蠣のグラタンがあったんですよ。あれ美味しかったんですよね。深夜さんも食べたことあると思うけど、モビーディックを知ってる方なら、モビーディックもなくなってて、なんか違う名前書いてあったのは何だったっけな。この映像に出てくると思うけど、なんか違う名前書いてあった。なんだっけな、出ちゃったな。モビーディック、ここも今映像で流れてるなんだっけが多いよ。なんだっけ、カジノじゃなく、今カジノだけど、日本にあるカプリチョーザか。カプリチョーザと肉屋さん、忘れちゃった名前。同じ系列のところ、なんだっけ。出てこない。ダメだね。もうね、年取るとね、
出てこないの。なんだっけが多くなっちゃって、今さっき見たところも忘れちゃったり、ダメだね、やばいね。よろしくないです。クラムチャウダーね、懐かしいよね。その響きが懐かしい。サイパンでクラムチャウダー、よくなんか検索するとウィンチェルズのクラムチャウダーってよく出てきてたけど、私はタイヤの匂いしかしなかったんだよな。ゴムの匂い。あまりよろしくないなって。で、この今映像に出てる2階にあったマリファナ屋さんのグッズ、マリファナも売ってたのかな。マリファナ屋さんのグッズだと思うんだけど、グッズのお店が多分なくなってるんだよね、この2階。昔のイージーキッチンの2階、ちょっと古すぎるかな。イージーキッチンの後に何かできたっていう覚えがないんだけど、イージーキッチンだよね、確か。この2階にここ 2,3 年の間にできてたマリファナ屋さんだと思うんだけどのグッズとか水パイプとかなんかそういうのをいっぱい売ってたお店が入ってたんだけど、それも多分なくなっちゃってた。入り口のとこにこうオープンサインみたいのがあったんだけど、今回なかったから待っちゃったんだなと思って。ここはちょっとこの映像は見ないでいいやとりあえず。もう とにかくカジノが復活してくれれば雇用が増えるから、カジノが先なんだろうけど、とにかく大金持ちだよね、きっとね。セブンの島に会社が登録してあるんだから。何で有名になったんだっけ。日本のね人たち、日本の金持ちもあそこに登録してる人たちがいっぱいいるみたいだけど、ね、そういうとこにほぼ税金がかからない島だから、ここに系列を持っておけば、そっちで経費を使ったことにする、売り上げを上がったことにしていくっていう状態にすれば、税金がほぼフリーだからね。頼むからお化けじゃないことを祈る。1260億ってどんな金額なんだかよくわかんないんだけど、90億円本当に90億円1260億円1260ドルじゃないあれ1260億ドルがなんで90億なの。1295万ドルだ。1295万ドル19億円しか。ここのカジノのサイパンはマリファナは合法になったのですか。なった。いつだったかな。3年かな、3,4 年前になったんですよ。また画像消えちゃった。もうやめて。これループとかにする方法ないのかな。あるんだろうな。あるよな、どっかで見たもんな。ちょっとわかんない。サイパンはね、マリファナが合法になったんですよ。いつだったかっていうと3年か3,4 年前に動画を出した時ですよね。前に
遡ってもらえるとマリファナ屋さんの動画が載ってるんですけど、この動画で出した時にあの時にちょうどマリファナが合法になったから3年前ぐらいだと思ったな。まあ合法じゃなくてもねやってる人だらけだったからね。私は病院でタバコを吸うぐらいならマリファナを吸えと言われたけど、そんなマリファナって多分行っちゃってる目の人結構いるから、あんな状態になりたくないから私はタバコの方がいいんだけどね。タバコも一生懸命やめようとは努力ずっと何年もしてる最中。禁煙パッチっていうやつも貼ってみたんだけど、サイパン政府で多分やってるんだと思うんだけど、禁煙するパッチをこう何段階に分けて無料で提供してくれるんですよ。何回かだけ。それでやめられなかったらもうくれないんだけど、何段階かに分けてこう貼るやつをくれるんだけど、もう貼ってるやつだと気持ち悪くなっちゃって、禁煙だこいやみんなどうなのかな、タバコ吸うのかな。タバコ吸いますか皆さん。禁煙の経験ありますかね。なんか日本だと私のお友達が薬でやめたって言ってたのに禁煙外来っていうのに行って薬を飲んでやめるっていうのがあって、飲んでやめられる方がいいなって。禁煙パッチはほんと気持ち悪くなっちゃって怪我しちゃうんだよね。マリファナも合法になったし、小拳銃、小さい拳銃も所持が合法になったし、なんかあんまりそういうのを考えるといい方向に行ってない気がするんだけどね。で今日のもうちょっとしたニュース、カジノはめちゃくちゃいい大きいニュースだと思うし、ゾーニングのニュースも本当になればとてもいいニュースだと思う。本当ゾーニングとかなかなか出してこないから、認可を本当ちんたらやるし、でここのオフィスっていうのが昔ね、うちのガラパンの店が3ヶ月間毎日のように強盗にあった時代があったんだけど、その時に強盗が入っては駐車場の方にいろんなゴミとかいらないものだよね、自分たちが盗んでいらないものをばらまいたりしたのね。そしたらここの同じオフィスの人たちは私にここを汚した罪で何万ドル払えとかって言って書類を書かせられそうになって、もう本当に腹立って、あれ誰かが通報したんだと思うんだけど、そういうもう企みね、通報っていうかもうそういう絵を描かれていてやられたんだと思うんだけど、そのオフィスに呼び出されて行って、そのゾーニングと同じオフィスなんだけど、もうありえないからって泥棒も捕まえないでね、こんな3ヶ月毎日のように入られてて、こういう時だけ政府の顔して
これは禁止ですなんてありえないんですけどって言って、サイパンプログラミング見ると悲しくなり、サイパンブログランキング見ると悲しくなりますね。何それ、サイパンブログランキングってなんだっけ。なんか見たことあるの、見たことあるな。何だったっけ、何の話してたっけ。そうそんでそのね、ちょっと待ってね、そのブログランキングはもう一回戻ろう。サイパンの、自分のお店の駐車場のところにだから泥棒が撒いたゴミが散乱しちゃって、それでいて私に違法だって言ってきたから、土地の持ち主にトニノスハテナはなんだ。ブログランキング、ブログやってないよ今。ブログ書いてないですね今。そう、どんどんコメントください。そうすると話しやすいから。なんだっけ、そんでもう一回ゴミの話。政府がそんで私に違法性を求めてきて、違法だから罰金払えみたいなことを言われたんで、違法なのは多分泥棒の方だし、泥棒がこういう風な結果を残しておいて、泥棒一人も捕まえないで、商品も何にも返ってこないで、何の報告もポリスはしてこないで、それでいて私に何かがゴミが散らかってるから違法だっていうんだったら、自分たちで片してくださいって言って、私はアクセプトしないっていう書類にね、もう理由を延々と書いて出したことありますね。ポリスレポートと一緒に出したことありますね。ポリスレポートじゃない、ポリスレポートをそんで取りに行ったら、ポリスレポートもう1枚ももらえなくて、何十回も入られてて、いまだに新聞に、この新聞持ってますけどね、新聞にも載ったけど、それがもう15年とか12年とか前になるんだけど、このポリスは今でも変わんないですね。去年1月28日に18日に強盗にうち入られたんですけど、それで商品も見つかってるっていう写真がこう送られてきたんですよ、ポリスから。で分かってるのにいまだにで、銀行も使われたんですよ、私の。で銀行の全部書類も出さなきゃなんなくて出したんだけど、そういうのは出せって言われて、だけどいまだに AG オフィスからも何の連絡もなくて、地方の政府からも行ったらね、待ち合わせっていうか、そのアポイントの時間に行ったら、もう昨日バケーションに行っちゃったとか言って、意味が分かんないと思って。でも AG オフィスの一番偉い司法長官にもレターを書いたんですよ。こういう状態で1年間放置されてますって。これありえないんだよ。ガラパンスクエアも閉鎖してるんですね。ガラパンスクエアもね、空っぽですね。猫がいました、店の中に。どうやって入ったんだか分かんないけど、ガラパンスクエアもガラガラですね。ガラガラっていうか、もう閉まっちゃっててで、外に門を使わなくて済むように、外に 2箇所こう小さいお店のテナントスペースを作ったんですよ。そこもやってませんでしたね。あそこなら1ヶ月、狭さなら$500ぐらいで借りれるんじゃないかっていうぐらいの、500とか$300ぐらいで借りれるんじゃないかっていうところだったんだけど、それでも
なくなっちゃいましたね。閉まっちゃった。もうとにかく ABC お土産をちょっと買うのだと ABC ぐらいしかないよね。お食事どころはまだちょこちょこちょこってあるけど、なんかちょっとお土産を買うってなったらもう何にもないんだよね。昔のサイパンはこうテナントもなくてお店もなくてだからまだ見栄えは良かったけど、今はテナントがあってテナントがみんなガラガラになっちゃってて、フォーレントっていうのがいっぱい目立つから、それが良くないよね。あれは見栄えが悪い。野原さん戻った？どっかから戻ってきたんですかね。ありがとうございます。お帰りなさい。ふるさとも閉まってますね。ふるさともなんか見かけやってる感じの提灯も綺麗にまだ飾ってあるんですけど、もう多分夜行ってないけど、夜行ってないからあれなんですけど、やってるっていう話は聞かないですね、ふるさと。だからガラパンで和食でやってるのは金八と多分海坊主だけなのかな。昼間やってるのはだから金八、海坊主は夜からだけだと思うから、私のガラパンにそろそろ行く時間にはやってないんで。野原さんお風呂入ってたんですね。ありがとうございます。ふるさともね、吉井さん元気かな。日本だろうな。日本かな。結構サイパンで働いた人たちってどっか違う国に移住したりする人とか多いから、サイパンの結局ビザが結構厳しくなったせいで一時期厳しくなったんですよね。で今はまた、CW っていうのが安定してるから全然問題ないんですけど、一時期なんか厳しくなって、ビデオに映像に出てないけど耐火反転は知ってるかな、みんな。耐火反転も映すの忘れちゃったな、そういえば。耐火反転って言ってこの裏にある中華料理屋さん、はい、にゃにゃが来ました。中華料理屋さんもうやってるな。飲食店はあるのかって言っても数えられちゃうぐらいしかないか。私はね、ほんといっぱいあっちもこっちもやってたんだけど、夜こうブラブラっとしてみないとわかんないかも。夜だけやってるっていうところがいっぱいあるから。夜だけやってるっていうところも多くて、昼間は閉まってますよっていうところ多いからね。見えない。南原さん、寒いんですか。日本がサイパンが
サイパン寒くないですよ。まあ寒いって言えばいつもよりは寒いかな。風が強くて、今日は収まってるけど、今日は風は収まってる感じですね。でも涼しい。何度ぐらいの、このエアコンはつけないですね、ずっと。ミンパレスはなんだっけ、それ中華料理だよね。どこにあったっけ、ミンパレス。どこにあったっけ、ミンパレス。もう古い、深夜さん古いですね。ミンパレスってどっかにあったよね。どこにあったっけ。中華料理屋だよね。多分ないと思う。で、適当かな。もしかしたらめちゃくちゃ適当かもしれない。サイパンのこと知りたいっていう人いたら聞いてくださいね。深夜さんが今いてもらってるんで、なんか深夜さん結構知ってるな、これは。ミンパレスを知ってるぐらいだから結構知ってますね。ミンパレスってね、多分中華屋さんのことだと思うんだけど、多分でもね、なんだっけな、なんだっけ、ミンパレスノバルさん、サイパン行きたい。ぜひぜひいらしてください。自己責任で自己責任でっていうのもおかしいけど、ぜひいらしてください、サイパンね。私はね、結構ほら、ここがいいよとかあれがいいよとかっていうのはあんまり言わないんで、悪いことは伝えますけど、聞かれればいいことも言うけど、聞かれないから、もう自分の体験した悪いことばっかりしか言ってないけど、いいとこもいいことを体験すればいいっていうことももちろん言うんだけど、サイパンぜひ来てください。ノバルさんはサイパン来たことあるんだよね、大体が。深夜さんは多分もうサイパンフリークだったんだと思うんだけど、ノバルさん来たことあるんだよね。聞いてる人いたらぜひ答えてほしいです。サイパン来たことある人、来たことない人、ないよとかあるよとか言ってもらえると嬉しいんだけどな。あるよね、あるよって、ノバルさんってノバルさんだよね、きっとね。多分だけど、誰だか分かってないから。でも多分っていう人がいるんだけど、多分っていう人はいるんだけど、いや、真ん中ノバルさん、それだよ。それですか。やっぱり思ってる人だと思うんだけど、マカオクラブ味噌、味噌屋ね。マカオクラブ味噌屋、パラダイスチャモラハウス、マイクロネシア、サブウェイ、全部ないんですよ。そこマイクロネシア、サブウェイ、サブウェイなくなってたね。サブウェイ、そうだ、サブウェイあったよね。そうだ、なんかあったよなと思う。ここなんかあったよなと思ってたんだけど、サブウェイだ。めちゃくちゃ全部並びを知ってるね。マカオクラブ
愛ちゃんとこね、みそやけんちゃんとこね、あったね。パラダイス、チャモロハウス、マイクロネシア、サビなくなってますね。チャモロハウスは古すぎるぞ。古すぎるぞ、チャモロハウスは。もう20年ぐらい経つんじゃないかな、チャモロハウスって。そんな経たない？経つよね。経つと思うな。15年は絶対経ってると思うんだよな。15年ぐらい、チャモロハウスなくなってから多分絶対15年はない、あそこに。だから相当古い、チャモロハウス。古すぎ。皆さん古すぎですよ。古いな。懐かしいですけどね。あの頃はそうだから、サイパンって結局はフィリピンクラブとかに夜は行けて昼間はゴルフっていう状態の人が本当にたくさんいたからね。夜のお楽しみもあるから結局サイパンに来るっていう人が多かったって思うんですよね。お弁当付きで来る人ってあんまり、そういう人もいるけど、いるけどやっぱり夜は夜でそういうナイトクラブとかに行ったりして騒いで帰るっていう方が多いと思うんで、そういうナイトクラブがやっぱなくなっちゃったっていうのが、ああいうちょっとね小綺麗なナイトクラブね、汚らしくないようなね、そういうとこがあると本当はいいんだけどね。でなんかね、ああやって横に座ってっていうのがダメなんですよね、確か。横に座って日本でいうガールズバーみたいにカウンターでなんかするっていう、なんかするはおかしいな、お酒飲むっていうのは OK なんだけど、北マリアナ共和国の時はそれが OK だったけど、結局アメリカになっちゃったから、アメリカの法律だとそういう横に座るっていうのがダメなんですよ。だからグアムハワイでもそういうお店って表立ってっていうか、表立ってやってないっていうのはおかしいけど、みんな知ってて知らぬふり。サイパンの法律でもスレスレ法律になっちゃったらアウトっていう状態だったんで、でも見て見ぬふりっていう感じだったんだと思うんですよ、多分。それで結構ね、やっぱだからね、そういう権限、パラシオス知事、ね、コモンウェルスっていうサイパンだからこそ、コモンウェルスだからこそ知事の権限っていうのが大きいんで、こういうとこに発揮してほしいですよね。変な方にお金稼ぐとかやってた知事もいるけど、また消えたもん、どうすんのこれ。知事の権限を使ってね、自分の懐を温めてた知事も今までにはいたけど、そういうとこに権限を使うんじゃなくて、観光客をより増やすためにはそういうナイトクラブ必要だから、結局アメリカ人の感性から言うとゴッドファーザーみたいな、日本で言ったらだからさっき言ったガールズバーみたいのが
あれがなんか主流だから、あれじゃ日本や韓国の人とか中国人の人とかはあれじゃ嫌なんだよって納得できないね。あれで飲んでて何が楽しいんだっていうね。なんかちょっとね、アメリカ人の感覚がちょっと違うのか、こう例えばお金を置いてってカウンターにこうお金を置きながらこうね、ビールを1本ずっと飲むみたいなスタイルの人結構多くて、だからテーブルチャージとか、日本だとテーブルチャージ料みたいのがあって、サイパンでもそういうとこがあったんだけど、そういうのがあって、こう女の子がセットになってきますよみたいな、そういうのがアメリカ人の感覚ではないのかな。だから結構アメリカ本土でもステーツとかでもね、そういうお店はいっぱいあるんだけど、結局見て見ぬふりのところしかないんだよね。表だってっていうようなところがなくて、こそこそってこそこそやってますよみたいなとこが多い。でそういうとこに海の家もなくなってますか？海の家ってなんだろう。海の家ピンとこないよ。海の家、もうちょっとヒントください、皆さん。海の家なんだろう。海の家なんだろう。海の家なんだっけ。海の家ってなんだ。サイパンに海の家があったの？大野くんのところ？そうじゃなくて、海の家ってどこよ。わかんないな。海の家何のことかわからないのでヒントください。海の家わかる人いたら教えてください。海の家わからないよ。海の家なんだろう。全然ピンとくるものがないんだけど。海の家なんかあったっけ。海の家っていうお店あったっけ。海の家なんてお店ないよね。海の家ってなくなってますか。わかんないな。海の家ね。なんかあったっけ。海の家。マリンスポーツハウス。大野くんのとこじゃなくてハイアットの前のこと。ハイアットの前のちっちゃいわからん。海の家わからないですね。それだ。どれ。大野くんの店のこと。ハイアットの前の海の家。マリンスポーツショップ。あれかな。それのことですか、深夜さん。それのことだとしたら大野くんのお店はまだありますよ。やってると思う。1年アミーゴなんかないと思うよ。もうマスマリンそれもないと思うよ。
マスマリンアミンゴはないな。どこ行っちゃったんだろうね。アミンゴは多分とっくにないと思う。マスマリンはもっと前にないと思う。それ多分めちゃくちゃ古すぎ。本当に古すぎ。いや、ない。アミンゴガラパンとこだよね。ないよ。マスマリンってもうずいぶん前にもう20年ぐらい経ったような話だと思うんだけど、多分そうだと思う。ないですね。そうだから今度ね、この間も海行ったけど、この間はマイクロビーチのとこだけで、あそこで見てたけど、もう何にもマニャガハ送迎の船がバンバン通ってたのもちょうど4時って言ったら帰ったりする時間なんだけど、全くいなかったし、船出してるとこがほぼないじゃないかなと思うんだよね。全く海灯が一つ飛んでただけで、あと何にも船の行き来がなかったし、見渡す限りはジェットスキーの影もなかったのね。でも歩いてる観光客の人に聞いたら、今日マニャガハに行ってきましたっていう韓国人の人がいたから、やってはいるんだなと思って、どっかの会社がこう行き来はしてるんだと思うし、マニャガハ島に行ったり来たりはしてるんだと思うし、だけどマニャガハ島の中で何が行われてるのかはわからない。マニャガハ島の中で前はね、タシの時は JTB が持ってた時はタシツアーズが、ランチ出したりなんだりっていうのをやってたけど、今は分かんないのね。全く何をしてるのか、どう動いてるのか全く分からないので、今度グランビリオ側からでもちょっと撮っていきたいと思いますね。ダメここ乗っちゃったらダメ、危ない。パソコンを止められてしまうところでした。ダメです。ダメですよ。ね、本当にそうだね。動いてないね。ベン&キーもうなんだっけそれ。ベン&キーって第一ホテルの前あたり、ビーチ側のとこにいた人たちだよね。それ古すぎるってものすごい古いって。それベンちゃんって第一ホテルだった時にビーチ側にうろうろしてたような人たちだよね。確かね、忘れちゃったけど、あんまり記憶にないけど、あの辺にベンちゃんっていう人がいたと思われる。全く顔も思い出せない。今あっても全くわからないけど、もう古すぎだよね。本当によく知ってるよね。
情報が古いけど最近は来てないのかな、深夜さん。よく知ってますねだよね、本当にね、よく知ってますね。ABC がここにできた時なんて知らないんじゃないの、深夜さん。知ってる？今日はそういえばトランプ大統領にとね、誰だっけ、ゼレンスキー大統領、ね、この間の大喧嘩土曜日だったっけ、あれ大喧嘩っていうかちょっと喧嘩だよね、あれね。でいつだっけ、昨日ゼレンスキー大統領がなんかもういいよみたいなことツイッターでつぶやいてたけど、本当に戦争が終わるんですかね。サイパンを懐かしく重い時、大塚愛の PV スマイリーを見ます。PV で大塚愛の PV でサイパンが流れてるのかな。大塚愛自体がわからないんだけどごめんなさい、大塚愛がわかんないんだよな。ほんと芸能人遠いからね。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。よくわからないな、ちょっとごめん、わかんない。それちょっとなんだろう、大塚愛の PV にサイパンが出てるってことかな、わかんないや。ゼレンスキー大統領が昨日ですよね、昨日ギブアップじゃないけど、トランプさんにあそこまで言われて、でなおかつ武器を提供してもらえないって言われたから、結局もういいよみたいな状態になった文章を昨日ゼレンスキー大統領が上げてて、どうなっちゃうのかね。ついこの間151円だったドルも昨日だかさっきだかあたり149円8円、なんかチャートを見たらもう一回ドスンと148円ぐらいに行きそうなチャートだったような気がするんだけど、今いくらかなって感じだけど、ドスンといったんだ。もう一回ドスンと148円半ばまで、もしかしたら147円800ぐらいまでいきそうな形になってきちゃいましたね。どうなるのかわかんないけど、トランプ相場すごい動いてるね。形的にスマイリーおすすめです。スマイリーってなんだろう、大塚愛っていう人のスマイリーっていうビデオなのかな。いや知らないや、多分そうなんだろうな。大塚愛さんが、女性の人だと思うけど、調べてみよう。大塚愛大塚
大塚愛。画像を見てもわかんない。誰でしょうこの人は。わかんないですね。画像検索して画像見たけどわかんないや、誰だか。さくらんぼって歌ってた人なんだ。知らなかった。今初めて知りました。知らなかったです。画像を見ても知らない人だったんで、歌ってるところは一回も見たことないと思います。本当芸能人わかんないんだよね。今でこそ YouTube とかインターネットがこういうまだ早くなって、だって言っちゃえばちょっともう言ってしまえばちょっと前までダイヤル回線だったからね。そうです、見てください。はい、見てみます。スマイリー見てみます。今度今検索したら誰だか全然分かんなかったです。見たこともない人だった。大塚愛さんじゃなくてなんだっけ、もうゼレンスキーの方が戦争がね今どうなっちゃうのかなって。戦争が終わったらまたドルが安くなる、ドル安くなって円が高くなるとは思うんだけど、戦争終わんなくても、トランプさんビジネスマンだから結局はドルを安くしないと。ホテル業とかねやってる人だから、ダメだって、ダメホテル業とかやってる人だから、やっぱりドルを安くしなきゃ観光でも何でも来てもらえないからっていう面もあるから、ドル安を願ってはいるんだろうけど、もう一回162円とか持っていかないとチャートの相場は落ち着かないから、どこで持っていくのかなって。戦争が終わる前に持っていかないと。162円ってだってほぼありえない金額だからね。162円とかなんて、日本は本当に辛くてしょうがない状態になっちゃうだろうからね。経済的に儲かるのは大手ばかりになっちゃうから。今やっとちょっと落ち着いてきてるけど、これまだ149円8円でも中小規模のね企業はまだかなり辛いと思うから。湾岸戦争時代も確か145円ぐらい、140円から145円ぐらいを推移してたと思うんですよね。あのくらい140円から145円ぐらいだと結構日本も回るし、アメリカもいい感じになるっていう感じで。ただ違うのはやっぱり今中国やフィリピンはちょっと違うかもしれないけど、中国、韓国、日本って時給で言ったらそんなにほぼ1時間の時給都市では変わらない。ちょっと100円ぐらいは変わってくるけど、ほぼ変わらない水準でいて、中国でね、アメリカが突破抜けてバンといいだけで、中国、韓国、フィリピンはちょっと違うけど、日本は同じぐらいの時給になってきちゃってる世界だから、
戦争終わっちゃうとどうなんだ。終わった方がもちろんいいんだけどね。終わらないと終わらないとっていうか、終わっても関税は撤廃されないのかな。関税は発動されたんだっけ。6日明日か。明日関税が発動されるんだよね、確か。今日やめたなんていうことを言ったらダダダってドルが売られるだろうね。なんかでもトランプ大統領だったら言いかねないのが怖いけど、ちょっとやめましたとか言って、中国の関税発動が明日ですよね、確か 10%。 もうメキシコとかはどうなったんだっけ。かけたんだっけ。あれちょっとあんまり見てなかったな。頭に覚えるほどちゃんと見てなかったのな。そうなんだっていうぐらいで読むのやめちゃったのかな。いやでもね、ドルの行方はどうなるのか分かんないですけど、一回今日明日今日木曜日、水曜日だ、水木金、今週ぐらいウィークリー、今週戦争が終わるんだったら終わる前に162円持ってかないと、このチャートどうにかならないとダメだよね、きっとね。戦争終わらせんのかな、本当に。ゼレンスキー大統領さんは諦め半分のツイートしてたけど、ね、武器を出してもらえなくなっちゃったら、アメリカが武器を出してもらえなかったらもうやめるしかないもんね、戦争ね。そうするとどうなるのかな。いや、反対の意見の人もいるし、反対っていうのはなんかトランプさんがやめるっていう形がなんかアメリカが負けるみたいな形に見えるって言ってる人たちもいて、だけどウクライナをもし取られちゃったら、結局イギリスとかあっちの方の人、ヨーロッパ勢はねえ、もっと深刻な状態になるから、ユーロなんて叩き売りになっちゃうよね。そしたらやばいね、またなんか割れちゃいそうですよね、そんなのなったら。そういう懸念もあるし、どうなっちゃうんだろうな。また画面消えちゃったな。今何時なんだろう。今何時ですか。12時。日本が11時。日本は寒いんですかね。さっき寒いって言ってたもんな。寒いんだろうな。日本もサイパンが涼しい時、やっぱ日本が寒いと意外と日本もサイパンも涼しくなったりするから寒いんだろうな、日本。この動画を見ていると全貌しか思い浮かばない。絶望しか思い浮かばない。すいません。そうだけど本当にね、政府がとにかく変わってほしいから、こんな状態で投資家の人たち来たって何も儲からないと思うし、投資しようっていう頭の人はおかしくなっちゃってる人なんじゃないかと思っちゃうし、
でも大手をこう呼び込もうとしているんだと思うから、今誘致カジノが来ればもう本当にみんな来てって感じですよね。みんな投資してって感じですよね。カジノが本当に来るんなら、タックスヘブンの会社が来てくれるんなら、本当に来てくれるんなら、動いてくれるんなら、どうやってビジネスしますか？どうやってビジネスしますか？どうやってとはどの意味かな？どの意味？どうやってビジネスしますか？どうやってビジネスしますか？どうやって今この状態でっていうことだよね。この状態ではビジネスできないよね。本当に辛いよね。未然に起きるしかなくて、もう未然の切りようもないから、やっぱりどうにもならないよね。どうやってっていうのは意味として、サイパンでビジネスを始めるならどういうふうにやったらいいですかっていう、書類系のことをどうやってやったらいいですかっていうことを聞いてくれてるなら書類系の話をするけど、どこに行ってとかいう話をするけど、カマースに行ってとかそういう話をするけど、そうじゃなければ、今の状態ではもうみんな辛い状態だと思いますよ。ビジネスなんか飲食店やスーパーマーケットなんかは絶対必要なところはいいと思うんですよ。だけどお土産屋さん系とかは本当に辛いと思うけど、余分なお金を使えないよね。余分なお金を持ってるのは政府で働いてる人ぐらいじゃないの、多分。あと建築業は結構あっちこっちまだなんか建設されてるから、途中で止まってるところもあるんだけど、途中で止まってるところも多いか。トヨタがね、トヨタの映像あったよな。トヨタがね、レグサス入ってのめちゃくちゃ立派なところになったんで、あれがね疑わしいんですよ、これね。トヨタだからカジノが来るっていうことを、これね、立派なトヨタね、カジノが来るっていうことを見越してのこのトヨタになったのか、こんなでっかいトヨタになったのか、それとも軍事化だからこんなに立派なトヨタになったのか、それはどっちだか分かりません。本当に分からない。なんでこんなで立派なトヨタを作ったんだろうなってめちゃくちゃ不思議です。今ね、建築止まってるところももちろん多いしまあね、もう一回読み直しちゃったら絶望しか思い浮かばないです。絶望しか。本当だよね。絶望しちゃうよね。サイパンとグアムね、30分違いのところにあるのにね、こんなに違うんだよっていうぐらい違うからね。グアムもでも昔はこうだったんだけどね、本当に。政府のバックアップでやっぱり政府がいかに寛大だったか、発展しなきゃいけないっていうことで発展したんだと思うんだよね。サイパンはもう本当に昔の政府はせこい話しか聞かない。もうお金をどう取るか、
お金を費やしてくれる人に対してどうやって自分の私腹を肥やすかしか考えてないっていう状態で、いや今は違うと信じたいよね。本当に今は違うってことを信じたいよね。私腹を肥やすっていうことを考えてるような人間ばっかりだったら、また同じようなことになるかね。新しいカジノも僕にお金払えば結局もう今からやらせてあげるからとか言いながら何もできないで終わっちゃうみたいなね、そういうことを本当にやるんで、$100払えばビザ早く出すよとか、もうそういうねささやきがすっごい多かったから、一時期なんか$1万1人に対していつだったっけな、あれもう10年以上経つ、15、16年は経つと思うんだけど、1人につきビザを取るのに、まだパミットの時代だったから、ビザを取るのに1人につき$1万を口座に入れとかなきゃいけないって政府にキープしとかなきゃビザが取れないなんていう時期もあったり、もう意味わかんない時期もありましたよ。本当16、17年ぐらい前かな、15年ぐらい前かな。そんなことやられたらもう政府に預けなきゃいけないとかって言って、そんなことやられたら本当うちなんかも結構その時期は多い人数だったからビザ取れなくなっちゃうよと思って、その頃はね、でもねいっぱい投資家が本当あふれんばかりにいたから、政府もやりたい放題だったんだと思うんですよ。検査員が来てはポーカーハウスありますか、ポーカーハウス多分深夜さんが知ってる777ポーカーはなくなってましたね。この映像にも載ってますけど、綺麗なビルディングになっちゃってなくなってましたね。ポーカーハウスどっかで見たな、どこだろう、どっかで見た、あるのはある、どこで見たんだろう、ガラパンで見たかな。ガラパンの街の中、こっち側のメインの中には多分ポーカーハウスはなくなっていたような気がする。全部なかった気がする。韓国宿の前にあったポーカーハウス、ハイアットの向かいのビルの裏側にあったポーカーハウスもなかった気がする。ないな、多分。だからちょっと離れたガラパンはガラパンでもちょっと離れたとこにはあると思うんだけど、あれあったかな、ミドルロードのあそこにあったかな、ポーカーまだあったかな。ミドルロードのなんとかホテルっていうところの隣、パラダイスホテルの隣あたりにあったんだけど、なくなってるかもしれない。パラダイスホテルもあったかな、あれわかんないな、意外と通ってるのに見てないな。全然わかんないや。意外と通ってるんですけど、ミドルロードは結構
通るんですけど、支払いとか行くのに全然気にしてなかったから分かんない。ポーカーハウス、ガラパンの中、繁華街と言われてるあの中にはポーカーハウス多分一軒もなくなってると思います。大体ビクトリアホテルもなんとかホテルって昔の映像に新しく建築されますねって言って映像を上げたんですけどもう今回の映像で見てもらえば分かる通り何にも途中で建設終わってやめてましたね。終わってたな、やってなかったな。そういえばなんとかホテルになるって看板まで出てたのに、ビクトリアホテルの建設中の時になくなってた。そういえば隣のクラフトビール屋さんはやってたけど、バーはなんとかやっぱりやっていけるのかね。みんな飲みに来たりするんだろうね。全く飲みになんて行ってないし、外でご飯もこの間だからお友達と一回お友達に連れてってもらったくらいで、ハイアット、この間映像で出したハイアット、あそこ行ったぐらいで全く行ってないですね。もうずっと自炊がもう自炊しかしてないっていう感じで、セキュリティのためにこの間犬飼えばって言われたんだけど、前にずっとピットブルがうちにもいて、でピットブルがなくなってから動物は飼わないと思ってたんだけど、猫ちゃんがうちに来て、で犬飼えばって言われた時にやっぱドッグフード高いからって言ったら、残飯あげとけばいいじゃんって言われたんだけど、一人暮らしの人ん家で残飯出ないよね。みんな家族だったりすると出ると思うんだけど、私なんか残飯なんか全く出ないから、人参のヘタとかきゅうりの端とかそういうとこしか出ないから、全く残飯が出ないから、犬に残飯のあげようがないんだけどと思ったんだけど、一人暮らししてる人いるかな一人暮らししてる人いますか？一人暮らししてる人で残飯出る人いるかな？家族じゃないから。家族じゃないと残飯なんか出ないよね、きっと。いくら自炊を毎日してても。うちはね、本当に出ない。人参の皮とかそういうものしか出ない。ご飯もこう1回に3回分炊くんだけど、で2回分を冷蔵庫に入れといて、1回分は1回分で食べちゃうから全く残飯出ないんだよね。じゃあ残ったら鶏の骨とか豚の骨とかそんなものしか残んないから、そんなの犬にとってね足りないよね。豚の骨がごちそうになっちゃうぐらいの残飯しか出ないから、県のうちはそんなに残飯出るかなと思って。パン食べさせておいた方がいけばいいよって結構
誰もが言うんだよね。みんな家族で住んでるからなんだろうなと思ったけど、具合悪い時、具合悪い時はご飯が残るかもしれないけど、大体ご飯も炊いちゃってから凍らしておいたりして3日分でパックしとくから、ほぼ残飯なんか残んないんだよな。残るのかな。一人暮らしで残る人いるかな。いないよね。ご飯作んないか、作ってもやっぱり人参のヘタとかきゅうりのヘタとかしか残んないと思うんだけどな、残飯ね。そうは何、もうとにかくゾーニング法が本当になくなって5年間停止になって、街が潤うようになね、もっと活性化させられるようになって、でもどうなんだ、本当どっちに行きたいのかが分かんない。軍事化、カジノありきの軍事化なのか。あとでも韓国にはスポーツ大使立てたけど、でもそのスポーツ大使の意味がないことを私は知ってるから、ひろみさんもスポーツ大使になったんだけど、さっきも言ったけどひろみさんも何の意味もなかったから、スポーツ大使になってもサイパン政府にいきなりスポーツ大使の免状をくれて、何の打ち合わせもなくね、くださいとか言ったわけでもなく、向こうから勝手にくれて、でスポーツ大使になったけどホテル代が出るわけでもなく、飛行機代が出るわけでもなく、何の得もなく終了みたいな状態で立ち消えになってるから、立ち消えっていうかなかったことしてみたいな状態になってるからね、今回やらないよりはやった方がいいんだろうけど、韓国でイベントみたいなことでスポーツ大使を立てたんだと思うんだけど、ここから先をねつないでくれないと、つなぐ要素がないと、その韓国のスポーツ大使になった人が例えば有名でファンがたくさんいて、それをこっちに連れてきて、サイパンに連れてきて、なんかそれにくっついてくる観光客もいっぱい連れてきてみたいな状態ならね、潤ってくる場面もあると思うんだけど、そこで終わりじゃお金の無駄なんだよね、本当に。ただ単にだったら YouTube のところどころにコマーシャル流しといた方がまだいいと思うんだよね。グアムみたいに結局韓国でマリアナスポーツ大使になりましたっていうのだって、どこまで韓国の中でニュースになってるかわからないからね日本で言えばヤフーニュースぐらいに取り上げてもらえて、それがちょっと一定時間続くんならいいけど、何も続かないんじゃん。一瞬のことで終わりで、サイパンでニュースになってても意味がないわけだから、向こうの現地にいてニュースにならないと意味がないから、ちょっとねお金の使い方が違うんだよって感じなんだけどね。韓国は日本より時給が少ないんだよね。ちょっとだけだけどね、本当に100円ぐらいしか変わんないから、みんな韓国、中国、日本って。韓国の方が飛行機をバンバン飛んでるから、韓国に
そういう宣伝をしたんだと思うんだけど、ちょっと違うよね。スポーツ大使じゃなくて、やっぱ YouTube がデイリーモーションあたりに広告打った方がいいよね。その方がまだ宣伝になると思うんだよね。同じ金額打ったら結構なものだと思うからね。 YouTube あたりだとね、 YouTube あたりの方がもっと見てもらえる人がいると思うんだけどね。このくらいの人がスポーツ大使に興味があって、そのスポーツ大使をどう動かしてくれるのかわからないけど、私なら YouTube に同じ金額を突っ込むなら YouTube にお金突っ込んで広告にするけどね。あれ、今日って為替が動く日とかって言ってなかったの？なんかある日じゃなかったっけ？まあいっか、忘れたとにかくゼレンスキー大統領、戦争本当にあれがやめますっていう宣言だとしたら、またドル円が落ち着いてくるだろうけどね。まだ継続になるんだったらね、なんだっけ、レアアースだって結局ないんでしょ、ウクライナに。廃墟ツアーできそうでちょっとね、深夜さんそれ言っちゃダメだよ、言っちゃそれダメ言っちゃダメ、それはダメ、言っちゃダメだよね。もうできちゃうから、普通に言いたくないけどできちゃう。ほんとできちゃうよね。もう廃墟の影さえなくなってるっていうところもあるからね。廃墟だったところが、廃墟になっちゃったところがもう森に埋もれちゃって、もうなんだか分かんなくなっちゃってるようなところもあるしね。もう困っちゃうね。もうちょっとね、やっぱね、感覚がねちょっと違うんだよね、政府の考え方の多分どっか違うんだよ、どっかずれてるから。日本人でもそういうところはあると思うけど、同じ穴の無地なでお話ししてるとここから抜け出せない。私も地獄から抜け出せない状態でいるけど、本当抜け出せないんだけど、どうなっちゃってんだろうっていうぐらい抜け出せないけど、もうそういう人たちで、結構余裕のある人たちで話すでしょ、政府の間で。だからああいう発想になっちゃうんだろうなと思うんだよね。もっとね、ハングリーなね考え方とアイディアをね入れて話していかないとね、絶対無理だと思うよね。ああいう宣伝とかに関して言えばね、政府の動かし方は知らないけどさ、ちょっとって感じ。宣伝の仕方違うじゃないのって感じは思うけどね。とにかくカジノが本当に運営されてくれることを祈るけど、まだでもこっから破産手続きが本当にあるのかないのかっていうのが決まっていく今からだから、もう今からだから、このビルどうすんだよって感じだもんね。1265万円
5万ドルか、円じゃない、1265万ドルでカジノのライセンスがついてきて、このホテルがついてくるわけでしょ。確かね、カジノが始まった時にライセンスは300万円とかって言ってたよね。300万ぐらいだったと思うんだけどな、1ライセンス。違ったかな。300万円が126億になんないよね。いくらホテル付きでも。ならないよね。26億5000万。126億。違う。12,650万ドル。300万円が90億になんないよね。こんな話ないよね。映画のロケ地に出てきて、ロケ地に向いてそう。どんな映画になっちゃう。ゾンビ映画とかゾンビ映画もう悲しい。ダメだって、それ言っちゃダメだよ、それ。深夜さんダメ言っちゃ。でもあれ、初めカジノの権利を買うのに300万ドルか。300万ドルだったらわかるよね。300万ドルか。300万ドル。300万ドル。126、12,600、1万2000、もう私バカになっちゃった。12,600、12,060万ドル。300万ドル。加算して、そっか。ホテルがつくからか。ライセンスが300万ドル。300万円っていうわけないよね。300万円じゃ誰でもやるよね。カジノのライセンス。島一つのカジノのライセンス取れるんだったら誰でもやるよね。300万円じゃね。そんなに手が届かない数字だからやれないわけだから、戦ってたわけだから300万ドルだよね。そうだよね。3万ドルでできたらみんなやるよね。借金してでも3万ドルならやるよね。カジノの権利をもらえるんならね。そうだよな。300万ドルだな、きっと。300万ドルで多分十何年前にスタートで結局破産申告してる会社のカジノのライセンスの権利とホテルで1260万ドルになったってことだね。でそれは儲かったって言えないよね。こんだけのホテルだもんね。このホテルいくらかかってるかわかんないよな。相当だよな。もう工事の人たちだけで毎日3、4台のバスがぎゅうぎゅう詰めになって40、50人乗ってるんじゃないかぐらいのバスが4、5台毎日通ってたから、あの人数数えて人区を数えても相当な金額でしょ。1260万ドル。これは安いのかね。安いとは言えないけど、安いとは言えないけど、安い金額ではないけど、あのホテルがついてカジノのあれが全部ついて
ライセンスがついてもう地盤があって、で政府が今は歓迎でって言ったら安いのかな。どうなんだろう。これでね、また地元の人が反対してますっていうまだ意見があるみたいだから、地元の人が反対してますっていう意味が分かんないんだよね。地元の人反対したらサイパンなくなっちゃうよって。本当サイパンどうやってサイパンを盛り立てていくのかを、反対してる人たちはどういうふうに考えてるのかちょっと聞いてみたいけどね。どういうカジノ依存症、ギャンブル依存症、依存症とかにならないように努力するしかないんだろうけど、あれはでもカジノ依存症は自分から行くからね。なんか相手にぶつけられてなんかされてそういう風な障害が出たっていうわけじゃないから、カジノ依存症とかだとしたらギャンブル依存症かとしたら自分から行くものだから、行かなきゃいいだけの話だからね。自分から当たりに行く、誰かに物投げられて当てられてっていうものじゃないから、ね、島を盛り上げるためになんで反対してるのか、どういうじゃあ反対するのにあたってどういうサイパンをもっと盛り上げる策があるのかちょっと聞いてみたいんだけどね。新聞には島の人が反対してる人たちもいるみたいなこと書いてあったから、反対層がいる。だから前回のカジノも良くないっていう形で押されたっていうの。なんだ、言葉がボキャブラリーがなくなっちゃったよ。もう本当にごめんなさいね。もうなんか言葉を思い出せないんだよね。しばらく話してなかったから人と。最近ねちょっと人と話すことが増えてきたから、まだちょっと言葉が戻ってきたんだけど、自分の中で言葉が、全くなくなっちゃってたから、人と話すことがなくなって、人と話すことがなくなってっていうか、話すのが嫌で、もう卵の殻の中に入っていたから、ちょっとねボキャブラリーが全くなくなってきちゃったから、まあちょっともう12時40分、あれなんか今日あったよな。12時日本時間12時ぐらいになんかなかったっけ？ないっけ？日本時間12時ぐらいになんかイベントあったような気がするな。忘れちゃった。何だったか。ダメだな。もうちょっとなんか今度こう喋ることをリストとかにしないとライブ配信って難しいですね。みんなライブ配信してる人たくさんいるんだけど、本当に感心しちゃう。私が見るページはライブ配信してる人は2人ぐらいしか見ないんだけど、ちょっとお勉強のために見たりするようなページしか見てないんだけど、間違っても面白いっていうページではないので、あとは最近ではお笑いをかなり見るようにしてて、前はニュースしか見なかったんだけど、もうニュースとかをなるべく見ないで、ニュースは文字で見るようにして、ニュースを映像で見ないようにして、もう映像で見るものは
お笑い、かまいたちとか千鳥が好きで、あの辺は面白いけど、あと面白いと思えないんだよな。なんかね、ちょっとずれてんのかもしれないんだけど、松本人志っていうまっちゃんで笑えたことがないみたいな人なので、多分私には難しすぎて笑えないんだと思うんだけど、簡単な多分かまいたちとか千鳥とかの志村けんとかのお笑いの方が簡単で見やすくて、私は笑えちゃうっていう感じなので、そういう動画をなるべく見るように最近はしてるのね。もうニュースを一切見ない、映像では見ないようにしてる。ニュースしか見なかった、ずっとニュースしか見なかったんだけど、昔はほんとここ2年ぐらい前まではもうニュースしか見ないっていう、文字もニュース、お笑いなんかほぼ見ない状態だったんだけど、ドラマは見てたけどお笑いはあんまり見ない人だったな。あんまりお笑いで笑えないんだよね。頭が多分悪いからついていけないんだと思うんだよね。回転がついていけなくてほぼほぼ見ない状態だったんだけど、最近はもう絶対にこうなんかポジティブフィーリングになろうとして、お笑いを時間があれば見るように、千鳥とか比べて見るようにしてるね。いや、ちょっとどんだけやったんだっけこれに、どこに時間とかがね、こういうの OBS まだ使い方が分かってないっていうか、全然勉強しようとしてないんだけどね、やったらやりっぱなしっていう状態なんで、その都度毎回手こずってるんだけど、今日も配信から、配信の時間にはもうパソコンの前にいたのに、ここからどうやっていいのかがまた一から調べてやる状態だったから、必ず遅れてるんだけど、もうちょっとなんか猿でも分かるようにこうやり方が書いてあると嬉しいんですよね。もうここまでで、自分の中でここまでの作業が精一杯と思ってるから、この間のスマホ配信の時もつながってるのが全然知らなくて、配信予定をこう何時って入れておいたんだよね。でうちからガラパンまで行くのになんだかんだで30分と考えてたから、30分後に配信みたいな感じのことを考えてたんだけど、ここでオンにした時から配信されてるとは全く思わなくて、もうちょっと本当反省だらけだよね。でもあっちの方がいろいろセットしないで楽っちゃ楽なんだけど、人を入れちゃったり、いちいち聞いてからこう映してもいいって聞いてからじゃないと編集作業がそこでできないっていうのがかなり不便で、そのやってきちゃって生で流しちゃったやつを後で編集ができるらしいんだけど、そのやり方もよくわかんない。読んでは見たけどちょっとよくわかんないからもういいやと思ってそのまま流してあるんだけど、もしよかったら我慢して見てください。初めのね3、40分多分っていうか空な状態なんで、3、40分を飛ばしてから
見てもらえるとサイパンの海とかが映ってきますから、それまでは何が映ってんだか何を喋ってんだかもわからない状態の映像が続いてるんで、この辺はちょっとご勘弁してもらって、もうちょっとあれ配信予定っていうのはできるはずなんだけどねっていうのもおかしいかな。できるはずだと思うんですよ。配信予定っていうボタンがあるから、多分だけど、ちょっともう一回文が優れた時に読んでまた挑戦してみたいと思います。はい、ライブ生配信、スマホでのガラパンサイパンを映す生配信やってみたいと思います。あとね、車の窓ぐらい掃除しとけよって感じでね、車の窓ぐらい拭いとかないと。でもあんまり分かんないから、映像があんまりインターネットの速度があんまり良くないからっていうせいにしちゃいけないか、このせいにしてはいけないけど、今日も長いことお付き合いいただいた方々本当ありがとうございました。もうなんか12時48分、こっちで日本だと12時前ですよね。明日もお仕事だと思うので、私は明日は水を頼まないと、水忘れないように頼まないと。今日頼もうと思ってたんだけど、なんだかんだやってるうちに飲めなかった。じゃあ水を頼みます。もしよかったらチャンネル登録こっちも回んなくなってきちゃった。チャンネル登録と、いいねボタンよろしくお願いします。もうなんか同説が200人ぐらい、200いくつが最高だったのかな、もう300かな。なんか寂しいなって感じですね。見てくださってる方は本当に貴重でありがたいんで、コメントももっとコメントを気軽に書いてくれたら嬉しいです。サイパンわからない人もわかる人もどんどんいろいろ書いてください。現在のラフェスタなんだっけ。現在ラフェスタフィエスタじゃない、ラフェスタフィエスタは前のホテル日光の前、今日光じゃないんだよ。なんだっけ、お金持ちのホテルになっちゃったんだよ。なんだっけ、日光もお金持ちだけど、なんだっけ、ど忘れしちゃった。すごい綺麗なホテル。私の前の動画に載ってますけど、観光客に聞いてみたで動画に載っけたんですけど、めちゃくちゃ綺麗なホテルに変わっちゃって、もともと日光ホテル、その前です、向かいのラフェスタですね。あそこはやばいって。もうフィリピン人の女性があそこで首切られて死んでた殺人事件、あれ以降近寄ってないよね。昔なんか撮影のね、下見かなんかで見たんだよね。そしたら電気料金の領収書とか、あそこに昔 CUC が入ってたの、CUC オフィスが入ってたの。もう個人情報だらけ、この辺一面全て散らかってんの。そういう紙がちょっとそういう意味でも怖かった。ものすごいよ。請求書だ、領収書じゃなくて請求書とか、そういう
個人情報が、一面に散らばってて、どういうことだよと思ったよね。でその時はまだね、あれ1軒かなんか店やってたんじゃなかったかな。1軒か2軒、ラフェスタの。いや、ラフェスタなんて知ってる人いないよ。もう森の中だよ。そんなニーヤさん古すぎるよ、ことが全てのことが古すぎるよ。ラフェスタね、前正面からっていうかお外からなら中は入っちゃいけないんだと思うんで、許可がないと。多分中は入っちゃいけないと思うから、お外からこうなら取ってくるけど、多分森じゃないの。あ、壁があるから森にはならないか、でも森になってた方がホテル側からしたらいいよね。森になってくれてた方が見栄えが、あんな廃墟になってるようなのが目の前に、豪華なホテルの目の前にあるのはちょっと嫌だよね。ラフェスタね、そう、あんなとこにっていうか、結局普通グアムで言ったらマイクロネシアモールぐらいの感覚で作ったんだと思うんだよね、サイパンの人は。日光サイドも日光のホテルの目の前にあるからっていうことで作ったんだと思うんだけど、結局サイパンって便が悪いから、バスとかもラフェスタ行きのバスがバンバンあったわけじゃなくて、結局私立ボミになっちゃったから、結局行かないよね。こんな狭い島なのにね、もう一生懸命スピード出して回っちゃったら30分40分で回れちゃう島なのに、そういうなんかところの利便性がね、やっぱり取れてないよね。もうちょっと例えばバイクって自転車を点々と駅みたいのがあって、こう置くとか、レンタル場があって置くとか、そういうことをやったら結構島を回る人たちも増えて、もっといろんなところでビジネスが成功できると思うんだけど、そういうことも今までやってないんだよね。なんでだろうと思って、ビーチロードの一本の線で全てことを終わらせようとして、そんででかいバスで動かそうとするから、でかいバスじゃなくてもうちょっとちっちゃめので手軽に動けるような感じで、タクシー会社も儲かる、そういうウーバーイーツみたいなんじゃないけど、それの人運ぶ版みたいなことを回した方が、サイパンの観光があっちこっちでもっとビジネスをガラパンに集中しなくてもビジネスができるっていう風に思えるようになると思うんだけどね。グアムなんか結構そうでしょ、いろいろ回れたりするんだけど、交通の便があるけど、いやーね、サイパンは昔からそういうのが一切ないんだよね。サイパンも坂道多いから、自転車じゃ無理だとしても、やっぱなんか、こっからここまでは自転車が何個か借りられますよみたいな、そういう拠点を置くとかさ、もっと言えば昔の電車があったらもっと良かったのにねって感じだけど、サトウキビのラフェスタは今度外から取ってきます。外からね、中は入れないから。
もうちょっとね。でもうちのチャンネルは、まあ、サイパンのいいことはあんまり言ってないんだけど、でもいろいろ旅行者には勉強になると思うし、ただね、ただただサイパンの人が優しいとかちょっと勘違いで来ちゃったりすると、サイパンは安全だとか勘違いで来ちゃってると、どこでも同じなんし、新宿の裏道入ったら危ないし、それと同じなんだけどね。北部観光の休憩地でしたね。トニーローマ、懐かしい。あ、さっき言ってたトニーローマだ。北部観光の休憩地でしたね。トニーローマは懐かしいですね。北部観光の休憩地でしたね。ラフェスタがね。ラフェスタにもトニーローマあったっけ？あったんだっけ？ラフェスタで覚えてるのはコーヒーショップとなんだっけな、あれ。お店の雰囲気は頭に出てきてるんだけど、名前忘れちゃった。なんだったっけな。ステーキハウスみたいな感じだったんだけどな。深海魚みたいな名前全然違うかもしれない。深海魚じゃないかもしれない。オーナーの名前はオーナーの名前もわかんないな。相葉さん？違うかな。違うな。忘れちゃった。なんかその辺しか覚えてないんだけど、ラフェスタに何がありましたかって。ボカボカ。それぐらいしか覚えてない。何がありましたかって言われても分かんないや。今度じゃあとにかくラフェスタの方を撮ってきてみたいと思います。今日も本当にありがとうございます。よかったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。これからの励みになります。それとよかったらどっかで宣伝しておいてください。あんまりね、面白いとかそういうチャンネルじゃないけど、サイパンの美しいっていうところを見せるチャンネルでもないしな。なんて言えばいいんだろう。なんでしょうね。とにかく今を現実をいつも今を話していくようなチャンネルです。こうなったらいいなとか願望です。あくまでも個人的見解なんでよろしくお願いします。それではまたお付き合いくださった皆様ありがとうございました。また突然配信明日もするかもしれません。映像が出てきたら、映像が作れれば。ソルト&ペッパーってなんだっけ？深夜さん、ソルト&ペッパーってなんだっけ？どっかで聞いたことあるよ。サイパンにあったお店だよね、ソルト&ペッパー。どこにあったっけ？深夜さん古すぎてさ、古すぎるんだよね。どっかに絶対あった、ソルト&ペッパーって。どこだっけ？うわー気持ち悪い。思い出せない。ソルト&ペッパーどこにあったっけ？ラフェスタの中にあったんだっけ？ラフェスタの話してたんだから、ラフェスタ、また映像消えちゃった。ラフェスタの話してたんだから、ラフェスタの中にあったんだよね、きっとね。間違えた。いや、変な写真出しちゃった。間違えた。変な写真出しちゃった。これ。よいしょ。変な写真出しちゃった。もう、ちょっとまずいね。まあいいや。
とソルト&ペッパーどっかにありましたね。どこだっけ。ラフェスタの話してたんだから、ラフェスタの中にあったってことだよね、多分ね。ああ、思い出した。いきなり所さんのお店だね。そうだそうだ、いきなり思い出しました。所さんのお店でした。はいはい、ありましたね。おやすみなさい。ありがとうございます。お付き合いいただいて本当に嬉しいです。また明日もやると思われるのでよろしくお願いします。よかったらチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。おやすみなさい。ありがとうございます。失礼します。終了。